しそんなジビエも日本ではまだ馴染みが薄い。果たして日本に本物のジビエ料理を操るシェフはいないものか。それでは紹介しよう。日本一ジビエにうるさい料理人、恵比寿アラジン料理長川崎誠也39歳。そもそもフランス料理の世界に足を踏み入れたのは20歳の頃。4年後フランスへ渡り、ビバロをはじめとする三つ星で9年間修行。そこで血と肉が織りなすジビエの真髄を学んだのだ。風味付けにその血を使ったりとか内臓を使ったりということはよくしますね。さあ料理界の狩人が今戦いの場にやってまいりました。野生を愛する料理人が果たしてこのスタジアムでどんな技を見せつけ獲物を打ち取ろうとするんでありましょうか。ようこそいらっしゃいました。日本のジビエは真似事に過ぎないというあなたの言葉の意味を今日はここで実証してください。はい、頑張ります。さあそれでは我が美食アカデミーが誇る3人の鉄人を登場させましょう。よみがえるがいアイアンシェおっと堺でやります。全く対極にあるフレンチ同士の戦いとなりました。フレンチの世界に日本の懐石をいち早く取り入れた堺清之。繊細かつ色彩豊かなその作品はしばしば絵画に例えられ料理界のドラクロワと言われています。上品な作品を得意とする堺がジビエの挑戦者相手にどう戦うのか非常に楽しみであります。それでは発表します。今日のテーマはこれです。今日のテーマはうずら。野生味あふれるうずらという素材が果たしてどのように姿を変えるのでしょうか。血の匂いが立ち込めそうな60分、今運命のゴングが鳴ります。あれクイズ。さあ始まりました。今日のテーマはうずらでありますが、ジビエの挑戦者、今駆け上がったそのジビエの挑戦者が狙っているのは鉄人堺という大きな大きな獲物であります。さあ服部さん、はい、このうずらというのは卵は非常に日本人は、親しみがあるんですが、ジビエイコール、はい、ゲーム取り感覚でこれいいんじゃないですか、ね、さあ鉄人が今ちょっと残酷ですがプチッと首のところを切りました。はいはい、されますね。さあそのジビエのオーソリティはこのキッチンスタジアムでは初登場でありますが、その今日の挑戦者川崎誠也であります。39歳、料理界の狩人、はたまたジビエ料理の宣教師ともいえる存在であります。果たしてその、うずらというテーマですから、これはどちらも得意と見てよろしいですか。そうですね、これはファルスするもの、キャベツ、ロールキャベツ風、ふかしてましたやっぱり。これは茹でたんですか。バブールしてました。茹でてました。これですね、バブールしたんですね。はいはいはい、バブールして、そしてこのカレーはおそらく挑戦者がカレー粉を用意したということですが、あとこれですね。入ってますね。これですね。これが今、なるほど。ソースかスープかまだはっきりはしませんが、鉄人の方はイチジクですね。はい。そしてさっきの可愛らしい、綺麗だね。綺麗。やっぱりうまくなるもんですね。余計なこれ水が染み込むんじゃないかとか余計な心配してしまいました。これやっぱりね、きっちり作ってるから染み込むことないでしょ。これ中は芯はまだね、まだ周りにね、ガーゼが入ってますから、あれをきれいに取ればいいんですよ。はい。だね。なるほどなるほど。鉄人の方はこれは頭揚げた頭だよこれ。揚げた頭。お頭付きね。お頭付き。この頭はでもいただく。これ詰め物やってるでしょ。はい。中は火一を通ったものを詰めてるから、表面をさっと焼くんでね。10分ぐらいで焼ければいいんだよね。10分ぐらいで焼ける。あと何分あるか。しかし12分しかない。12分しかないってますか。これ氷水で冷やしてきたね。そうですね。きましたね。先ほど冷蔵庫入れてたけどちょっと間に合わないんでしょう。なるほど。これは水的なものが染み込みませんかね。大丈夫だと思いますよ。おっとこの間に一瞬これはもう天井まで立ち上るかという大きな炎が立ち上がりました。これは挑戦者の炎でやります。おっとご覧のように
1.7 メートルはあろうかという炎が今ご飯リゾットがね。さあこの辺りで本当に入れたでしょ。おっとそうですね、挑戦者今出ました。入れましたね、オーブン。これでも3つですよ。3つですから、もしかしたらね、半分に切って3つね。10秒前のカウントダウンが始まった。走ります挑戦者が走った。さあここでどうやら間に合ったようだ。試合終了。1時間戦い終えてどうですか？そうですね、まあ思った通りにはいかなかったことは確かですね。でまあいろんな方法でうずらを食べていただこうとは思ったんですけども、まあ最終的には時間が足りなくて方法を少し変えたものもございますし、1時間戦い終えてどうですか？きついですか？もう久々にフレンチらしいテーマだったんですけれども、思い通りの料理は？やっぱりジビエっていうのはそんなにね1時間で何品もできるその素材じゃないですからね、なかなかやっぱし速攻的にはこう難しいですね。そしていよいよ試食開始。今回のジビエ対決を審査するのは衆議院議員栗本慎一郎、女優高田真由子、そして料理記者歴40年の岸朝子。まずは挑戦者の作品が並べられました。実に見事、すごく本当に実り収穫がバッと入ってる感じで、山から取ってきたものをボンとここにほらお食べなさいみたいなダイナミックなお料理ですね。味も。そして鉄人の作品が並べられました。コンソメ味のチキン茶碗蒸しいやーこれは高級な茶碗蒸しとも言えるし、風味がきちっとあるんですね。うずらなんだろうなっていうような鶏のこう肉の風味がきちっとありまして、大変美味しいですね。衣をそば粉になすったってのいいアイデアですね。風味が違ってきましたし、それから私もし余ってたらうずらの頭だけいただきたいっていうジビエに挑んだ2人のフレンチシェフ、敵の胸を射抜くのはどちらか。それでは発表します。緊張の糸が張り詰めるキッチンスタジアム。素材そのものにとことんこだわった今日の対決は我々に料理の奥深さを問いかけてきました。うずらという馴染みの薄い素材を審査員たちはどう判断したのか。いよいよ発表です。鉄人か、それともジビエの勇者か。